こんにちこんは。にちは。今回は有馬温泉を観光したいと思います。はい。関西の奥座敷、言わずと知れた人気温泉地です。はい。兵庫県神戸市にあります。はい。温泉街があるんですけど、うんまずは有馬グランドホテルやってきました。はい。本当は泊まれればよかったんですけど、調べたら結構高くて、はい。ちょっと宿泊は厳しいなと思って、そしたら結構日帰りプランをやってるお宿がたくさんあって、この有馬グランドホテルさんも日帰りプランがあったんで、今回はちょっとそれを楽しみたいと思います。久しぶり有馬温泉。あ楽しみ。これは結構山の上の方にあるホテルで、下の方に降りたら、温泉街とかあるんかな。1回だけ来たことあるんやけど、あんまり覚えてなくて散策も含めて楽しみたいと思います。立派なホテル。おー、綺麗。おー、すごい吹き抜け。受付でチェックインしました。はい。今回はお昼ご飯と大浴場の入浴券がついたプランにしました。1人6500円です。はい。で温泉もなんか2つあんねんな。そうそうそう。地下の大浴場と展望大浴園。こっちはまだ空いてないから、さっきこの地下の大浴場に入ってご飯食べて、その後でもう一箇所に行こうと思います。はい、10時半にチェックインしました。はい。3時半ぐらいまでは多分入れたと思う。はい。お部屋とかはついてないんですけど、温泉と食事を楽しめると。すごい。てかロビーとかもめっちゃ広いんやけど。なんか噴水とか見える。では早速お風呂に行きたいと思います。地下2階。地下。こんな感じ。すごい。いってらっしゃい。女性は佐の湯、男性は木の湯でした。行ってきます。大浴場行ってきました。はい、気持ちよかった。有馬温泉はそもそも泉質が2種類あって、金泉と銀泉と呼ばれています。はい。この有馬グランドホテルはどっちも楽しめる温泉ということで、ここにしたんですけど、今入ってきた地下の大浴場は金泉の方でした。はい。ちょっと褐色色というか、茶色っぽい温泉なんですけど、それがちょっと金色に見えるから、金泉と呼ばれてるみたいです。泉質は氷塩泉で、なんか鉄分が結構含まれてるらしいんですけど、だから源泉は透明やけど、その鉄分のせいで空気に触れたら酸化して褐色になると。不思議やな。結構濃いよな。濃い茶色の独特な色をしてます。なんか美肌効果も高いと書いてました。なんかお宿によってはどっちかだけとかな、そういうのもあるんですけど、このホテルでは両方入れると。で、上の方が銀泉なんかな。それはご飯食べた後に行こうと思います。はい。ぶらりマップをゲットしました。はい。今はこれか、グランドホテル。ちょっとだから山の方に登ってきたところにあって、この下の方、駅とかあるんですけど、ここが中心って感じかな。そうやな。ここが神戸電鉄の有馬温泉駅があって、この辺がお店とかいろいろありそうやった。でも広いな。結構山の中にあって坂が多いんですけど、坂の中にこういろんなスポットが点在してるという感じかな。温泉街の地図もあって、割とお店は多そうやな。散策しがいはありそうです。はい。お庭に出てみます。お庭綺麗。風が気持ちいい。涼しい。広。綺麗やな、このホテルめっちゃ。なんか大浴場もめちゃくちゃ綺麗やって、リニューアルとかしてるんかな。結構歴史はありそうな感じやけど。お庭の奥にはプールがあった。滑り台もあんで。この時期はやってないんかもしらんけど。今は噴水になってる。ホテルこれやからな。めっちゃでかない。広いな。部屋めっちゃある。上の方泊まったらあれやんな。多分下の温泉街の方見えるよな。景色めっちゃ良さそう。綺麗。日帰りプランは昼食もセットなので、ここで食べます。なんか中華と洋食と和食選べて、今回和食にしたんですけど、値段は全部一緒やった。普通にこうランチだけな、食べに来ることもできるみたい。でもセットで日帰りプランとかにした方がお得なんやろな。お得やし、両方な温泉入れるのは多分日帰りプランだけやから。おお、広い。外見えるんや。
なんと綺麗。メニューは和食、もつ栗、焼き魚、いろいろある。あかりは生もの食べれないので変更してもらってます。まずやってきたのはナスの豆腐やって、いただきます。いただきます。だしがかかってるってのおしゃれな料理。うまっ。うまや、お茄子の味する。優雅やな。お風呂入ってランチして、1人6500円やから安くはないんやけど、でもここ泊まったら1人多分 2,3 万とかするから、まあそう考えたらお得にご飯と温泉も入れるからな。なんかもうちょっとお金払ったら部屋付きの日帰りプランもあって、お部屋で休憩できるやつもあった。なんかさっきのお風呂地下2階やから全然景色見えへんのかと思ったけど、普通に露天風呂とかあったな。坂になってるからな。一番上の方にあるから地下2階でも景色見えるんやと思う、地下2階の露天風呂という不思議やった。普通に浴槽も金銭じゃないな、普通の浴場もあって、子供生まれたらこんなまったりできひんかもしれんから最後に2人の思い出作り、優雅なランチ。箱物が来ました。おつくりとか焼き魚などなど、お鍋もあるんですけど、マグロのお鍋やので、あかりはおつくりダメなんですけど、何になるんかと思ったら刺身こんにゃくでしたお米は雪椿っていうブランド米と古代米入り玄米、2種類。刺身こんにゃく食べるわすまんなおつくりがこんにゃくに。なんかちょっと前に X でなんかそういうマタニティの人が刺身こんにゃくに変わったみたいな文句かな、ツイートしてて炎上してたけどなんか3種類多分お作りやって全部刺身こんにゃくやってる文句言ってな、確かに炎上してたけど、変えてもらえるだけありがたいけど、まあな。でもめっちゃ美味しいでこの刺身こんにゃく。いいやつ。久しぶりにお刺身食べた。うまい。なんか付き合ってケンジも全然食べてないけどうまい。お上品なランチやな。有馬温泉は1回だけ来たことあって、なんかでも太閤の湯っていう日帰り温泉施設かな、そこしか行ったことなかったから、こういうの宿とか来て、まあ、ほんまは泊まるのがいいんやと思うけど、まあ、いつか家族で。ほんまやな、来たいな。まあ城崎とかに比べたらアクセスもいいし、ちなみに有馬温泉は日本三古泉と三名泉どっちも入ってる唯一の温泉ということで、まあ、歴史がある温泉。三古泉が有馬、道後、白浜温泉。意外やな、白浜温泉もない。結構関西というか西日本に固まってる。三名泉が有馬と草津と下呂温泉や。そうや、有馬だけまあ2つの人気やもんな有馬。もう関西の温泉っつったらもう有馬温泉やな。太閤、豊臣秀吉も愛したという由緒ある温泉です。でもお店とか散策したことないから。お前な、ちゃんとしたことないかも。でもあかりは泊まりに来たことあるやろ。家族で1回。覚えてないんや。まあおばあちゃんとかも一緒やったから、こうそんな歩いたりしてない。出汁が沸いたのでマグロ。すごい、なんかもうそのまま食べたいぐらいの。食べれるよな。中トロみたいな、つやつや油の。初めてマグロ。しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶなんかな。でもほんまさっといけそう。これは火通してるからいけるか。うまっめっちゃ美味しい。もうほんま生でも多分いけるぐらいのトロトロ。うまっあんましたことないけど、マグロのお鍋ちょっと油が落ちていいんじゃない。一回来てちゃんと覚えてなかったけど、有馬温泉って泉質も結構いいんや。なんか癖ありそうやけど、そんなにめっちゃ強いってわけでもない。弱酸性って書いてた。お肌にいいんや。見た目の割には入りやすい。なんか匂いとかもそんなせえへん。最後のデザートは
抹茶プリンでした。可愛いサイズ。かわいい。ご飯食べ終わったんですけど、はい。なんか一回外出てもいいみたいやったから、うんちょっと先に散策行こうと思います。はい。シャトルバスがあるからこれで駅まで行ける。そのままご飯食べてお風呂入らなあかんと思ってたんやけど、うん。あかりが思いついてはい。フロントで聞いたら全然出入り自由やった。一回散策してまた戻ってきます。まあ3時半までやからな、うんまだ時間あるんで1時間ちょっとぐらいは散策できます。はい。温泉街の方まで送ってもらいました。はい。なんかお店いっぱいあるわ。な。ちょっと何個か目当てのやつがあるから行きたいと思います。炭酸せんべい、これや有馬温泉の名物。有馬温泉といえば炭酸せんべい。あっちにもあんで炭酸せんべい。真ん中に川が流れてる。あれが太閤橋ってやつかな。な。でこの赤いのがねね橋。この下のやつが有馬川やって。うんうん。あっちの方に駅があるんかな。あ、そうやな。温泉。向こうの方で温泉街の通りはこっち側らしいからちょっと歩いてみるか。温泉街入り口いきなりやけどまんじゅう売ってるから食べよはい、名物。う。よいとまんじゅう蒸してる。干したて。三つ森の本店かなここは。うん。三つ森本店。炭酸せんべいも売ってる。まんじゅう半分こする。うんうわ、あんこぎっしりや。温泉まんじゅうやな、いわゆる。ぎっしり。うまっ。ホクホク。めっちゃうまい。うん。うん。出来たてうま。 500円やし、ご飯食べてなかったら5個ぐらいはいける。美味しい。向かいで炭酸せんべい焼いてたんやけど、試食といってくださったもらっちゃった。かわいい。炭酸優しい試食くれた。出来たて。うん。わ、うまっ。おいしい。懐かしい。うん。なんか三つ森さんはいっぱいお店がありそうやったな。の一番有名なのかな。ええな。食べ歩きできる。ブルワリー。これも三つ森。すごいいっぱい店ある。ここに阪急のバス乗り場があって、梅田から1時間で来れるんや。の便利やな。こっちかな。のこれか。この坂ちゃん。そうや。なんか坂のイメージあるもんな。ここからは坂登っていくんや。あ、このイメージある。坂の町。坂のイメージ。入ってすぐぐらいのとこに金の湯、日帰り入浴施設やな。うん。金銭が楽しめるとこです。これをずっと上に行ったらほんまや坂になってる。銀の湯もあるわ。おお、行ってみるか。うん。足湯。足湯めっちゃおる。海外の方や。混んでる。金銭なん。金銭や。おお、すごい。足湯もちゃんと金銭。わ、風情あっていい感じ。おお。いいね。この通りいい感じやん。な。温泉街って感じ。うん。ここも炭酸せんべい。これも三つ森だ。めっちゃある。三つ森さん。三つ森がいっぱいある。炭酸せんべいティラミティラミス。これは三つ森さんのカフェです。ス。めっちゃいい匂い。お目当ての店がありました。ジェラート屋さん。ジェラート屋さん。ここです。お店の名前はこれ。読まれる。ラジオーネ。ラジオーネさん。なんか日本一になって世界でもなんか賞取ってんで。すごい。炭酸せんべい30円でトッピングできる。やる。やろう。美味しそうなジェラートがいっぱいある。なあ。人気ナンバーは6個プレミアムミルクやって、ナンバー2はこの有馬サイダー。それ食べたい。ミルクとサイダー。はい、有馬サイダーレモン。うま。人気ナンバー1とナンバー2。炭酸せんべいをトッピング。美味しい。ミルク。
有馬祭。美味しいラムネ味。さっぱりして、美味しい。まさか有馬温泉でジェラートを食べるとはなんか調べたらここが出てきて有名っぽかったから、なんかでも食べ歩きできる店多くていいな。こういうスイーツもそうやし、コロッケとか、ミンチカツもあったし、あれ関西はミンチカツなんやっけ。そうや。東はメンチカツやんな。銀の湯まで歩いて行ってみます。はい。なんかその先に浅間公園っていうのがあって炭酸泉飲めるっぽい、そんなに広くないな温泉街は。端から端までも15分とか。まあ15分もかからんぐらいちゃう、ちょっと坂があるからあれやけど。これやば。ここがな。お森、はあ、上登ってきてんけど炭酸泉源。大丈夫ここから飲んだらあかんって書いてんで。さすがにな、これはかこれ飲む人おらんやろ。蛇口ある。炭酸泉源、炭酸ガスを含んだ温泉で昔は砂糖を入れてサイダーとして飲まれていました。ケンジが飲んでみます。なんか怖いななんか大丈夫。まあ水道からやから。どうですか温泉ソムリエ。炭酸ではあるけど美味しくはない。まずいんや。なんかめっちゃまずいわけじゃないけどな。どういう味？ちょっとまあ金属感ある。ああ、なるほど。こんな味ですこれは銀の湯、ラジウム泉。金の湯も銀の湯もある。ちょっと場所はちゃうけど日帰り700円。日帰りできて金の湯と銀の湯をこう湯巡りするのも楽しそう。よし、戻りますか。はい。まあお土産とか買いながら戻ってホテルで最後温泉入ります。はい。銀泉へ。最後にサイダーを見つけたので飲みます。はい。今温泉名物。さっきジェラート食べたけど。わ。炭酸強い。美味しい。うまい。なんかあんま甘くはない。強炭酸。甘さは控えめ。もっと甘いかと思ったけど。ちょうど2時半過ぎに帰ってきました。はい。あと1時間ぐらいあるので最後銀泉に入って帰ります。高っ、9階やからほんまやな。山の上の9階やからめっちゃ高い。すごい。上も綺麗やな。では。展望大浴場行ってきました。はい。気持ちよかった。なあ、ほんまに景色めっちゃすごかった。有馬温泉街がもう一望できたな。なんか銀泉だけやと思ってたら金泉もあって、あ、そうやな。両方楽しめる大浴場になってました。はい。まあ今回は日帰りだったんですけど十分楽しめました。半日ぐらいか。あんまり長いこといなかったんですけど、めちゃくちゃ満喫しました。はい。有馬グランドホテルに始まり、有馬グランドホテルに終わりました。また機会があったらな、有馬温泉来やすいんで来たいと思います。めちゃくちゃいい温泉でした。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。